干渉している部分が取れました。焼肉の網に乗ってますけど、これ、ちょっと修正は必要ですけど、こんにちは。で今回はですね、この愛車の DZ125HS、このバイクの、リアタイヤを太くしたらいろいろ問題が出ましたと。でそれを解決しますよの後編ですね、をやっていこうと思います。でとりあえず、この中干渉するようになった部分の、そこまでアクセスができるように、一旦この辺りをばらしていこうと思います。じゃんということで、干渉している部分が取れました。で実際に当たってるのはちょっと分かりにくいと思いますけど、この辺とか、あとこっちのここなんですよね。ちょっともう擦れたのがありますけど、でここもちょっと危ない感じなんで、でもこれをどうするかっていうことなんですけど、こっちに関してはちょっとここ厚みがあるんですけど、少し削ってしまえば多分もう当たらないんですよね。ただこれに関してはですね、タンデムシートを支えるフレームになってるんで、ちょっとどうしようかと、悩んでます。ちょっと考えます。でこの後ろのところをどうしようか、もう悩みに悩んで考えたんですけど、今回の方針決めまして、こんな感じにすることにしました。ドンとこの焼肉の網に乗ってますけど、これはちょっとそのシートを乗っけるためということで、こんな感じですね。なんでもうリアのでっかいフェンダーを取っ払ってもうすっきりした感じで、なのでステップの位置とか変わらないんで、アメリカンはアメリカンなんですけど、どっちかというとその何ですかね、いわゆるボバースタイルというか、そんなに近い感じで作ってみようかなということで、これ本当に今乗っけてるだけなんですけど、シートのフレーム、このタンデムシートを乗っける、タンデムシート用のフレームをちょっとまたワンオフで作ることになるんですけど、あとリアフェンダーないと泥だらけになるんで、ここに多分別体型のリアフェンダーをつけようかなと、ちょっとこの辺はまたやりながら細かく考えていきますけど、大体のイメージはこんな感じってことで、もう当初想定してたのはもうちょいちょいでタイヤ交換だけだったはずがこんなことになりましたけども、でもやるにあたってなんですけどね、このシートフレームなんかはがっちり溶接してつけてしまえばもうそんでいい話ではあるんですけど、ちょっとこのシートが簡単に取り外せて、この辺の何ていうんですかね、物入れの機構とかもちょっとそのまま活かしたいなとか、あとこれ最終的にはこのタンクもなんならもうちょっとこうスマートなのに交換して、ここのとこにタンクの下のラインを水平にして、後ろのシートフレームまでつなげてみたいな、ちょっとそこまでのカスタムも最終的にやろうと思っていたバイクではあるんで、今回はタンデムシートのフレームの方はボルトオンでつけたり外したりできるような、そんな感じにちょっと挑戦してみようかなと。でもかなり大掛かりな感じになってきてしまったんで、だいぶ時間がかかると思うんですけど、本当温かく見守っていただければ嬉しいです。あとトルクロッドですけど、こちらは無事に取り付けできました。
こんな感じです。ここの危なかったちょっと干渉するところもしっかりかわしてバッチリ取り付いてますね。タイヤとのクリアランスもこんな感じ、しっかりかわせるようになりましたんで、こんな感じですね。あとは心置きなく残りの作業をやっていこうと思います。じゃんと、これ使ってないフロントフェンダーがあったんで、ちょっと無理やりリアタイヤの上に乗っけまして、スタンデムシートをちょっと置いて全体の雰囲気はどうかなと形にしてみました。これがね、意外と悪くないんですよね。ちょっとかっこよくなってきましたね。この状態で結構自分好みの形になってきてはいるので、方向性としてはこれでいいなと思いますので、この辺ですね。ここの隙間をちょっと目立たないように埋める感じとか、あと実際にこのタンデムシート取り付けたりとかする、それ用のフレームを作らないといけないんで、ちょっとその辺の作業をやっていこうと思います。じゃあまずタンデムシートとシートフレームの隙間をごまかすところからやっていこうと思います。で、グラフバーでごまかそうと思いますけど、じゃんと。材料はこれですね。19mm の鉄パイプです。1.2mm の厚さでそんなに丈夫なもんではないですけど、グラフバーの強度としては問題ないと思います。で、これを曲げて、作ってみようと思います。で、パイプは 1m の方に切りまして、あとはこのどこのご家庭にもあるパイプベンダーを使って曲げていこうと思います。ただ私が下手くそなだけなんですけど、このベンダーで曲げるのすごく難しくて、なかなかもう狙った形にならないんですけど、ちょっと悪戦苦闘しながら頑張ってやってみようと思います。ちょっとここの R が小さいですね。もうちょっと外側から追加で曲げます。ちょっと曲がりすぎましたけど、なんとか歪んでますけどね。明らかに左右対称ではないですけど、なんとかこのぐらいならいいかなぐらいに曲がりましたね。ちょっと車体に当てがってみます。じゃんと、こんな感じになりました。
ただ置いてるだけなんで、まだこれ上に曲げないといけないんで、この隙間とか大体の雰囲気だけなんですけど、まあいいかなという感じですね。ここのこれで隙間もこれでうまいこと隠して、でまたグラグラにするんで、これをこう上に曲げないといけないですけどね。曲げ感じとか長さとかも大体予定通りというか、意外とうまくいきましたね。最後ここ曲げるのに失敗する可能性ありますけど、とりあえずここまでは順調ですね。見た感じは一応それなりですけど、ちょっと修正は必要ですけど、なんとかなったかなという感じですね。ちょこちょこっと修正をしまして、こんな感じになりました。また置いてるだけですけども、なかなかいい感じになったんじゃないかなと思います。最終的にはフレーム色ってことで黒になりますけども、こんな感じですよね。意外と悪くないんじゃないかと。でこの後はこのグラブバーを基準にフロントのシートの固定だとか、タンデムシートの固定用のフレームだとか、そういうのを作っていかないといけないんで、ちょっとまだ時間かかりそうですけど、この辺を一生懸命やっていきます。ジャンプ。これ改めまして、もともとついていたリアフェンダーの裏側がこんな感じですね。でシートを取り付けるフレームがこんな風に入ってるんですけど、タンデムシートの位置が変わるってことで、このフレームの代わりになるものをちょっと新たに1個作るというのと、あとフェンダーを交換するってことで、この辺の透過類ですよね、テールライトとかブレーキランプとか、この辺りのもののこのフェンダーについてたものは使えなくなるんで、この辺のものを Amazon で購入してってことで、次回の作業になりますけども、はいはい。頑張ってやっていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は後編のつもりで撮ってたんですけど、作業が増えまして中編というちょっと中途半端な形になってしまいましたが、次回の後編で完結できるように頑張りますので、よろしければまたぜひご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。なかなか考えがまとまらなくてですね、この謎パーツの制作も佳境に入ってまいりまして、